今っていうか5分前ぐらい。さっきですよ。2名様、あなたの席でも大丈夫ですか。ありがとうございました。で、これ今から骨と、まあこんな感じでずっと逆にしていきます。やっぱり美味しいラーメン作りたいからです。自分のためにもお客さんのためにも美味しいラーメン作って。ラーメンもおかげしとって。こんな濃いのは食べたことがない。クリームのなんかスープみたいな感じですよね。もう食べに来てよかったなと思いました。おはようございます。今日よろしくお願いします。お世話になります。どうも。ちょっとじゃあお店入らせてください。はい、ちょっと開けて。これは何ですか？これはどろラーメンの仕込みになりまして、これが豚骨ですね。豚の骨のげんこつの部分です。どろラーメンの仕込みは1週間どれぐらいされるんですか？どろラーメンの仕込み毎日ですね。この時間から仕込んで、だいたい100杯完成するのが夜の7時過ぎぐらいです。これが圧力釜になってて、はい。これも予想のお店にはない作り方です。なぜ圧力釜を使われるんですか？完全乳化させたいんですよね。真っ白のスープで豚の旨味だけを引き出したいので。今日今作られてる分っていうのははい、明日使用される分ってことですか？明日使用するんです。まず1日はこれから始まりますね。ああ、そうなんですね。結構クリーミーですね。はい、名前はドロってついてるんですが、クリーミーで泡々した。はい。こっちの釜は何になるんですか？こちらが10割二八サブロクのスープになります。ドロ以外のスープの釜になります。これも今から下処理していきます。下処理なんですか？はい、やっぱり余分な油とアクを完全に取り切るっていう、それで旨味だけを残したスープを作りたいので、もう水が透明になるぐらいまで骨を洗っていきます。このアク取りが大事なので、一番神経使ってちょっと2、30分待ちます。上本さん、魚卵亭さん、はい、こちら創業何年になるんですか？創業今年で80周年になります。80周年。上本さんが、はい、こちら魚卵亭さんに入られたのがもう何年前になるんですか？2019年なので7年前。僕で4代目になりますね。はい、初代の方からの味をずっと今でも80年受け継いでいってらっしゃる感じなんですか？そうですね。はい。その頃ってどろラーメンってあったんですか？ありました。あったんですね。どろラーメンと10割ラーメン、二八ラーメンございました。じゃあメニューも創業当初からほぼ変わってない。ほぼ変わってないです。これ何ですか？これは。これが完成したどろラーメンです。前日に仕込んだどろラーメンのスープになります。コラーゲンたっぷりなんでプルンプルンです。これをじゃあお湯で溶かしていく。お湯で溶かさないです。このまんま火にかけて。失礼しました。はい、そうなんですね。濃厚なちょっとストックですね。あ営業に使う分をちょこちょこ出して。
結構濃度が高いのですごくデリケートなスープになっております。基本弱火です。じゃないと焦げちゃう。アクが邪魔なんで、アクを先に。もしかしたらもっといっぱい出てくる。これ魚ですよね。魚です。やっぱりちょっとピリッと辛くてラーメンに合うようにしてます。ラーメンに合うもの大体ご飯に合うんで取り放題です。取り放題。取り放題です。どうせ食べるなら美味しいものをとすべて全て美味しいものをとお客様のために、はい、僕好みですけど。丼も熱々。大体これが一番スタッフからクレームします。なんでですか。熱すぎても出ない。だからもうずっと火かけっぱなしなんですよ。あ、そうなんですか。はい。お客様にとってはでも最高ですね。そうです。ずっと熱い熱いスープがいただけますから。ぬるいラーメンで満足しないんで、熱いラーメンで文句お客さんおらないんです。で、これで今から骨とこのカマをきれいに洗っていきます。それでも全部落としてあげます。ああ、周りのですね、はい今。これがアクの塊なので、旨味は出てるんですが、はアクが邪魔して旨味を感じれないんです。この水入れて骨洗って捨ててをもう4回5回繰り返して透明なお水で炊きます。でこれを完全に取りたいんで骨についたアクを勢いで飛ばしちゃいます。ついてるものを落としながら美味しくなれ美味しくなれって思ってます。あ、でもやっぱ色が変わってますよね。もうこの1回2回でも。でこれ今のでワンセットです。まだはいもうあと3回ぐらいしないと。これを。はい。あ、そうなんですね。本当だ。いっぱい出てきます。すごく手間のかかる作業だと思うんですけど、はい。なぜそこまで。やっぱり美味しいラーメン作りたいからです。自分のためにもお客さんのためにも美味しいラーメン作って一杯入魂ですね。うわー、美味しそうですね、これは。
そもそもはいこのラーメン業界どういう経緯で飛び込まれたんでしょう？もともと自分が高校卒業して初めて就職したのがラーメン屋やったんですよ。関東から来てるお店で、はラーメン屋入ってて、でその後東京でまたラーメンしたり、北九州戻ってきてまたラーメン屋したり、飲み屋さんとかいろいろ転々したんですけど、やっぱ心の中でどっかまたラーメンやりたいな、ラーメン好きだったな、作るの楽しかったなって思ってたところ、今の魚卵亭の人から声かけてもらって、で東京に関東に出したいっていう話だったので、はいはこれは僕の出番だと思いまして結構出店のギリギリ話は進んでたんですが、いはい。コロナがありましてちょっと出店お見送りっていう形になりまして、そうなんですはい、ね。今本店にいます。ただまだ東京の夢諦めてないんでおお、そうなんですね。はい。それでいいやって思ったら、それでいいや、食べなくてもいいやっていうラーメンになるんで、あ美味しいの作るのはこれ当たり前なんあ、そうで、いうことです手間ね。暇かけるのが当たり前なんで。梅本さんの妥協しない気持ちっていうことですよね。そうですね。言ったらね。本当重いです。だってこうした方が美味しくなるのにしない理由はないですからね。もう一回ぐらいします。ね。自分の中のルーティンでタオルと前掛けでスイッチが入るんですよね。それはちょっと恥ずかしかったです。こちらお店お勤めになってもどれぐらいなんですか？は、まだ半年ぐらい。ラーメンお好きですか？ラーメン食べるの結構好きです。どれぐらいですか？お勤めになって。でもまだ半年ぐらい。あ、ラーメン好きなんですか？どういうラーメンがおすすめですか？こちら。でも全部美味しいけどブルーラーメンが美味しいです。まだ出てくるので、まだ出るんですか？結構でも進んでますよね。まだです。何かも出てくるので、はい、するように。徹底的に取り除きます。徹底的に薬を取り除いたら、より一層豚骨の旨味が感じられます。これ今ほぼ完成なので、こちらの水量からここまで煮詰めていきます。泥ラーメンっていうのが癖になって、本当に自分のご褒美みたいなもんですね。クリーミー豚骨っていうのが自分的に豚骨ラーメンを食べてきてて一番衝撃を得たから、それで今日疲れたなとか頑張ったなっていう時、あれ食べたいなっていう時来ます。開けるね。はい、どうぞいらっしゃいませ。お待たせいたしました。どうぞ。はい、いらっしゃいませ。どうぞ。はい、させどうぞ。させどうぞ。背脂はちょっとさせどうぞ。いらっしゃいませ。
せしました。お先泥ラーメンの卵盛りです。めっちゃクリーミーですね。なんかクリームパスタみたい。ないっすねこんなん広島に。うまそうめちゃくちゃ。うまい。なんかドロドロなんで絡むっすね麺にめちゃくちゃ。今日どちらからお越しなんですか？広島から。はい。お仕事ですか？お仕事で。はい。魚卵亭さんご存知だったんですか？いや、まあ有名だったんでちょっと寄ってみようかなと思って。福岡の人は味変で食いますよね、高菜入れて。そうですね。高菜いかがですか？美味しいですね。T さんおぎある？ドロラーメン、ふわふわで美味しいです。汁が初めての時なんで、そこの王道一番人気のやつを食べてみたいなと。クリーミーで美味しいです。側系初めて食べたので、こんなにクリーミーなんだってちょっとびっくりしました。皆さんチャーハンいかがですか？美味しいです。どちらからですか今日？山口から。こちらの魚卵亭さんご存知だったんですか？もともと名前はすごい聞いてたんで、で本店以外のどこだったかな、小倉駅の近くの店に行ったことがあって、本店行ったことないからちょっと来てみようかなと。奥様は召し上がったことは？今日初めてね。じゃあご主人から聞いて。そうです、食べてみたいと思って。スープがすごい絡んで、もうすっごい濃厚で、食べると口に深みが広がる感じで、本当にすっごい美味しいです。もう食べに来てよかったなと思いました。本当目離せないですね。そうですね。どんどんやっぱりそれのお肉の質によってアクとか油の出方が違うので。ありがとうございました。割り方です。お待たせしました。お先に2本細めの固めが。本日どちらからですか？歩いて5分のとこ引っ越してきたばっかり。そうなんですね。出身が北九州なんで、慣れた味ではね。魚卵店さんご存知だったんですね。そうですね。いかがでしょうお味は？何ラーメンになります？28。めっちゃ美味しい。いかがですか？うまいです。美味しいです。やっぱり相当昔から何回かは来てるんですけど、
もう飛び飛びで美味しいから、こっちに用事があった時とかこっちに出てきた時に食べます。10割とかドロですかね、やっぱり食べたらうまいそういうことですね。今日はちょっとゆっくりや。これゆっくりなんですか？はい、これはゆっくりです。オープンして、はいまだ1時間経ってませんが、はいすごいですね。いや回転が。今日はでも緩やかなですちょっとわざとピーク時間ずらして来られるお客様もいらっしゃるんで、なるほど。皆さんもうご存知なんですね。そうですね、ありがたいことにちょっと働くようになってどれぐらいなんですか？魚卵亭ですか？はい。魚卵亭もう4年半ぐらい経ってます。はい。一番好きなのは魚卵亭のラーメンです。魚卵が一番時期は美味しいです。ありがとうございました。またお願いします。ありがとうございました。ゆうちゃんお外の4名様お声掛けしとってあ、お座敷やってます。その割り取ってくださいってからはい、泥が一番人気なんで。今日頼まれたのは何ラーメンですか？泥ラーメンと二八ラーメン、はい、妻が初めてなんで。本当にご主人はじゃあ何度か？自分は結構来てて、やっぱコクがあって美味しいですね。すごく飲みやすくて、まあ泥っていうほどドロドロではないんですけど、ちゃんとしっかり味がついてて美味しいです。二八ラーメンです。いかがですか、実際今召し上がって？美味しいです。うん、こっちの方が好きかも、私。そうなんですね。あ、飲まれました？はい、飲みました。クリームのなんかスープみたいな感じですね。うん、来てよかったです。また来ます。これがドロドロ。はい、何名様でいらっしゃる2名様カウンターの席でも大丈夫ですか？券売機になります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、5番6番でお願いします。よくお越しになるんですか？はい、どれぐらいの割合で？ 2週間に1回ぐらい。泥ラーメンとかだったら魚町とかでも食べれるんですけど、これは本店というかここしかないんで。ドロドロラーメンのはい、一番お気に入りのところってどこでしょう？やっぱ味が濃いところですかね。なかなかここまでこってりしたのはないんでですね。何を頼まれたんですかね？ドロドロかな。あ、ドロドロ。濃い。よくお越しになるんですか、こちら？いや、旅行者です。本日どちらからですか？東京から。ああ、そうですか。とにかく濃い。ああ、こんな濃いのは食べたことがない。美味しいですか？美味しい。ありがとう。これ何を頼まれました？これは10割ラーメンの卵とメンマトッピングです。毎月来てた時期もありますし、多分今年は初めてよね。ご近所ですか？あ、めちゃくちゃ近いです。歩いても来れるぐらいの距離な。程よくこってりで、
かつ食べやすいみたいなのがすごいお気に入りですね。今日は何を？サブロクラ。サブロク。こっちまで濃ゆいのは食べれないけど、これぐらいだったら食べやすい。ご家族で豚骨ラーメン召し上がりに行くことは多いんですか？うん、多いね。豚骨ラーメンばっかりね。好きよね。いいね、豪快や。いいね、ラーメンも唐揚げのペーでね、最高やね。今出てきてるんで。すごいシステムですよね。はい、そうですね。初代が編み出した技で、もともとこういう使い方じゃないんですよね、この装置が。もともと早くラーメンスープが出来上がるっていう機械なんですが、それをより時間かけて上質なスープを作るっていう。多分初代のお父さんお母さんが料亭なので、多分お出汁文化の技法を使ってると思います。まあこんな感じでずっと逆にして見えるかな危ないです。どんどん出てきてるんで、これで50杯です。でもう一回してやっと100杯目です。これで50杯分。はい。本当お客様のためとはいえ頭下がります。本当に。なんか上質なクリーミーさが分かりますね、これ。そうですね、女王的なスープができました。真っ白でとてもクリーミーですね。頑張ってくれた骨の姿です。これ今から足すわけですね。足します。でもう一回同じ作業です。最初これと同じぐらいの量でしたもんね。そうですね。それがさっきぐらいまでになってるわけですか？そうです。これ梅本さん、細かいレシピとかってあるんですか？ものとして、記録として残ってるのはないです。初代から2代目、2代から3代目、全部口頭での、だから今も僕入れて3人しかレシピは知らないです。記録に残さないです。記憶に残してるんです。もう大切な魚卵亭の宝物のレシピですね。この先の目標というか、夢というか何かございますか？あります。まずはやっぱ当初の目的であった東京進出、東京から全国に広めて、で全国から世界に広めていきたいと思います。世界まで見てらっしゃる。いろんな人に食べてもらいたいです。自信はありますか？もちろんあります。お願いします。